はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日のテーマはこれだ。はい、こちらでございます。タイムモアのスカルプターという電動グラインダーでございます。いや、もうずっと出てたじゃないかと思う方もいるかもしれないんですけど、今回ですね、日本正規品としてついに正式にリリースがされましたので、ご紹介をねしていきたいと思います。もう2年前の SCAJ ですかね、ぐらいからもう発売されるよというふうに言ってたんですけど、もうやっとと言いますか、もう正規品として発売が開始になった次第でございます。今日は、こちらのですね、解説といいますか、日頃SCAJ といえばですね、日本ではね、ものすごい盛り上がりを見せるコーヒーのね、一大展示会になりますけども、今年もね、私が、も出るかと思うんですが、そのね、SCAJ のブースで、対プロの方とかにもね、向けて話すようなね、そういった、解説というか内容で、今日はね、喋っていきたいと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。はい、今回ね、こちらに持ってきましたのは、スカルプターの 64S というね、タイプになります。こんな感じになってますね。まずですね、このスカルプターがやっと正規品で出ましたというふうに言いましたけども、正規品の何がいいかって言いますと、やっぱりね、そのメンテナンスとか、その後のサポートをですね、がいいかなと思います。この本体の裏なんですけど、こういったシールが貼ってます。PSE マークですね。の横に、ブランディングコーヒーと書かれてありますね。これが正規ルートで入ってきたスカルプターというね、ことになります。で、一応ね、1年保証、国内保証ついてますけども、その1年以内にね、何かあった時というのは、国内でね、対応するような感じになります。それもね、正規品の強みかと思うので、安心材料にはなるかなと思います。で、今回この 64S というシリーズをここに持ってきましたけども、今回ね、4タイプで、カラーも入れると8タイプ出ております。大きさ的には、この64という小さいタイプの方と78というね、大きいタイプのものが出ております。78、78S、そして64、64S という主に4つのシリーズがね、出てるわけです。はい、この画像に書かれている通り、この4つが何が違いがあるのかというのをね、簡単に説明していきたいと思います。まずこの S と S じゃないというね、機種が出てますけども、じゃあ何がまずそこが違うのか説明いたしますと、78、そして64ですね。S がついてない2台に関しては、ドリップ専用モデルとなっています。で、S とついた機種は、エスプレッソまで引けますよといったね、そんな機種になってるんですね。まずそこが大きく2つ分かれております。64と78で大きさが違うので、それぞれね、パワーも違いますし、価格もね、ちょっと違っちゃってますけども、そういった違いになっております。それぞれね、刃が違うんですよね。この78と 78S、64、64S と違いますよね。まずね、この64と78の違いっていうのは本当大きさですよね。こういったフラットバー 78mm なのか 64mm なのかっていうののね、違いはあるかと思います。結構ね、いただく質問の中で、この通常タイプのドリップタイプのものと S タイプのエスプレッソまでいけるタイプ、だったら全部兼ね備えている S がいいんじゃないかというふうにね、思ったりもするかもしれないんですけども、実はですね、この78、特にこの78ですね、私はポイントだなと思ってます。この78の刃を見てもらうと、外側にこの鬼刃って言いまして、若干すりつぶすようなね、そんな形状になってると思うんですけども、これがね、いわゆる今までのものすごい人気機種であった、別メーカーのミルクコというね、電動グラインダーがあるんですけども、半業務でも使う焙煎店さんが多いというね、機種で、もう長年売れているロングセラーのものなんですけども、最近ね、そのポストミルクコといいますか、ミルクコのような感じで弾ける次なるね、ミルってないのっていう質問をよく受けたりもするんですけど、弾き目的には近いのはこの78という機種になるかなと思います。その代わりドリップ専用にはなってきますけども、そのドリップにこだわるね、お店なんかでやる場合なんかはこの78なんかは
いいんじゃないかなと思います。ただあくまでこのタイムモアの今回のねスカルプターというのは、ホームユースという位置づけにはなってます。なので業務とかで使う場合はね、耐久性とかそういったものの関係になってくるので、あくまでホームユースですよという言い方になってしまいます。はい、で主な違いはその大きさのね違いはその1400と1200回転数の違いにはなってくるかと思いますね。よりねこのスピードを速めたりとか、できるのはこの78の方がやはりパワーが上かなと思います。じゃあ他の機種どうなのかと言いますと、78S というのはエスプレッソまでねやる方なんかにはそのパワーもあってエスプレッソ引きまでいけますよといった、そういった方にはね向いてる機種なのかなというふうには思います。じゃあ64と 64S に関しましては、64はねちょっと同じくドリップ用という形にはなるんですけども、気軽にねこうドリップ用で楽しむといった方には向いてるかなと思いまして、64S でいいじゃないかと言われればそんな感じになるかなとも思いますね。ただそのドリップ専用機っていうのは、結構ドリップに特化したね引き目で調整されてはいるので、よりこだわりが強い方なんかは64でもいいかなと思います。万能かなと思うのはやはり 64S というタイプになるかなと思います。ものすごくね、コンパクトですし、家でもね気軽に使えるタイプの電動かなと思いまして、エスプレッソ引きもねかなりの精度、この価格帯のね、ホームユースという中でどうしてもねエスプレッソ引きっていうのはね難しいんですよ。っていうのがエスプレッソというものをどこまで突き詰めるかっていうことにもなってきちゃうんですね。で業務用のエスプレッソマシンで本格的に入れるのか、もしくはホームユースである程度本格的に入れるのか、はたまたそのマキネッタというね、エスプレッソまではいかないんだけど、そこそこ濃厚なものが出るもので入れるのかというので、ちょっとねそのエスプレッソをどこまでこう求めるかというのにもよってしまうんですよね。なのでこの 64Sもしくは 78S というものが業務用ラインと比べた時にこう劣ってしまうのかなというのは否めないところではあるとは思います。ただ業務用のエスプレッソマシンある程度の能力というのは兼ね備えてはいますので、今回のねこの 64S このスカルプターの S というのはね半業務レベルでも選択肢の一つには入るのかなというふうには思っております。もしね何か質問ありましたらこのコメント欄にねいただければ答えられる範囲で答えていこうかなとは思っております。フレンチプレス用のねもの、一応ねこのフレンチプレスというふうにも書いてますけども、海外メーカーのねミルっていうのは引き目のねこうレンジというのは日本の基準よりかはちょっと細めの方にねこう引き目の目安というのは設定してあるので、この 64S、78S なんかは一番ねこう目が粗いものにしてもフレンチプレスをねこういろいろやってらっしゃる方にとってはちょっと細いかなと思うかもしれないですね。その場合は通常タイプのねドリップタイプの64か78の方を選んだ方がいいかもしれません。大体ねどれを選んだらいいかっていうのはそんな感じにはなってくるかなと思います。はい、ではねこの後は実際にこのパーツ説明とかねどういった機能があるかっていうのを説明して軽くね引き目をこう見ながらやっていきたいと思います。はい、ではね機能の簡単な説明をしていきたいと思います。今回こちらにあるのが 64S というねタイプです。小さい方の機種のエスプレッソまで引けるというタイプになりますね。でまず上から見ていきましょうか。まずこのホッパーですね。これは30g まで1回に入るタイプになっております。実はですねこのホッパーホームユースなので、30g という感じになってるんですけども、一応ねメーカーとしては常にね新しい豆を入れて家で使っていただきたいというね思いもあるんだと思います。なんですけどちょっと 30g だと少ないなっていう時にですね、今回は一緒にこれが出ております。はい、こんな感じになってます。これはスカルプター専用の拡張ホッパーになってます。これを装着することによってこんな感じですね。装着されました。100g まで入れることができるホッパーに改造できたということですね。なので今回はその日本ね正規品の発売ね、同じタイミングでこういったねオプションパーツなんかも販売されてますので、別売になっちゃいますけどね、これがあるとよりね
こう豆をたくさん入れることができます。これ嬉しいですよね。はい、ちょっと話それましたけども、ここにね、豆を入れるホッパーがついております。で、蓋、こちらあるんですけども、このね、引き目をちゃんとね、こういうふうに表示してくれてます。これはね、説明書見なくても、なんとなくね、こういった引き目かなというのをね、確認できるので、これは嬉しいですよね。このスカルプター、特徴的なのが、ここのね、引き目調整なんですけども、このね、赤のラインに、こうやってね、合わせていけるだと。こうやってね、0からこういうふうにね、回していけるよと。で、今回のこの S というタイプ、エスプレッソまで引けるタイプに関しては、無段階調整になってます。ほら、ダイヤル。無段階というのは、通常ね、こういった引き目調整の時ってカチッカチッカチッっていうものが多いと思うんですけども、それは段階的にね、調整できるタイプ。無段階というのは、そのカチカチがありません。ほら、滑らかにこういうふうに回るんですよね。これは何かと言いますと、この目盛りの間、細かいところも微妙に調整することができるよっていうようなね、そんなこだわりの引き目調整なんですよ。エスプレッソをね、より突き詰めていきたいという場合は、この無段階がやっぱりありがたいんですよね。微妙なこの違いによってこの引き出す味というのをね、違いが出ると。で、追求をしていけるといった感じなので、この無段階というのはそういった意味が込められております。はい、あとスカルプターの特徴的なものですね。この後ろにね、回転数の調整があります。これはスピードですね。いわゆる速くするのか遅くするのか。例えばドリップの場合ね、あんまり速くてその摩擦熱をなるべく抑えたいという時なんかはこう遅くしたりですね。エスプレッソをやる時にはなるべく早くパパッとやりたいっていう時なんかは回転数を上げて、こうミルのね調整をすればいいかなと思います。はい、あとはちょっと細かい点になっちゃうんですけども、はい、こちらのね受けなんですが、最近多くなったかな。ここにねマグネットがあるので、ほらシャキンはい、マグネットでしっかり定位置にね、こう移動してくれるので、これは結構ね地味なんですけど便利かなと思います。あともう一個便利な点ですね。ここにねノッカーがついてるんですね。これをバーッと粉をひいた後にここについちゃうじゃないですか、粉がね。そんな時にここをはい、こうやってねノッカーがついてますので、ついたね粉を下に落としてくれるといったね、そういった細かい便利な機能もついております。一応ね主にはそういったね感じになってますね。あと付属品エアブロワーありますね。はい、これも一応ねタイムモアは基本的に分解は推奨してません。非推奨ですね。一応取り外すことは可能ではありまして、中をねしっかり清掃したいという時なんかはこのエアブロワーで基本はこう清掃するような感じになってきます。はい、基本的なね解説は以上になります。ではねちょっと引き目なんかをね見ていきたいと思います。はい、早速ね引いてみたいと思うんですけども、まず回転数今回はね真ん中というふうにしたいと思います。で引き目なんですが、まず1から4がエスプレッソなので、まず一番ね細かい1というもので引いてみたいと思います。あとモカポット用3から5と書いているので、一応5のところでね引いてみたいと思います。であとはねパワーオーバー用ですね。ここはね、8から13なので、10のところでね引いてみたいと思います。あとはね実験的にこう16みたいなね、一番こう粗い設定で引いてみたいと思います。ではやっていきましょう。一番ね細かい設定でやったんですけど、この中の粉の残りもね、比較的少ないかなと思います。はい、ではね引き終わりましたので、それぞれね引き目を3つ解説していきたいと思います。これがねいわゆる1という引き目ですね。こんな感じです。ものすごくね細かいですね。ものすごく細かく引
引かれております。十分ねエスプレッソでいけるかなというぐらいの引き目ですね。次ねモカポット用の5という引き目になってます。こっちですね。はい、ものすごくねやっぱり引き目綺麗ですよね。粒度がすごく揃っております。でこちらもね綺麗にこうモカポット用の感じのね引き目、でなってるかなと思います。で一応ポアオーバー用のね10という引き目にしてみました。こちらですね。はい、こんな感じですね。まあとにかく粒度が綺麗ですよね。微粉もね、見てわかる通りすごい少ないかなというふうには思います。実はねとあるドリップ選手権で、グラインダーはね自由に選べるという大会でこのね引き目もうちょっと粗かったかなでやった方がね実は優勝されたというね実績も一応あります。はい、ではねこちらが一番引き目が粗い16でやってみました。フレンチプレス用ですね。ただねこれ見てわかる通り先ほどもねちらっと言いましたけどこれがねこの 64S とつくエスプレッソまで網羅できる機種の一番粗い引き目になってるんですよね。フレンチプレスやられる方にとってはこれドリップ用じゃないって思う方もいるぐらいの引き目かなというふうには思います。今回のスカルプターの 64S はこれが一番粗いですよというふうな感じでね、その選ぶ基準にもなるかなと思います。はい、最後にちょっとした実験をやってみたいと思います。エスプレッソ引きでね、どのぐらいの速さで引けますかという質問もよく受けるので、ちょっとやってみたいと思います。一応ね、回転数、64S のね、回転数一番最大1200のところに合わせました。で、引き目ですね。引き目を1という設定にいたします。で、豆ですね。一応今回ね、中深入りぐらいの豆を用意しました。で、エスプレッソ、ワンショット分というかね、だいたい7か8ぐらいかなと思いますので、中深入りの豆を 8g 用意しました。ではね、この 8g の豆をどのぐらいでね、の時間で引けるか、この条件でやってみたいと思います。では行きます。はい、ということで 8g、はい、こちらね約10秒という感じでしたね。はい、10秒でね 8g 引けるということなので結構早いかなと思います。はい、皆さんお疲れ様でございました。今日はね、日本正規品がいよいよ発売になりました、タイムモアのスカルプターを、若干ね簡単な解説と引き目について見てみました。いやこれはねホームユース系でまたねこのたくさんいろんなメーカーがねしのぎを削るこのジャンルについにタイムモアもねやってまいりましたという感じですかね。いや精度的にはものすごくいいと思います。で細かいね機能もついてますし、何よりねホッパーですよね。ちょっと弱点だと思っていたこのホッパーの拡張パーツというのもね別売で出てきたのでそれも克服してるかなと思います。いや楽しみなね、本当機種でございます。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ各種 SNS やっておりますのでぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。